はい、こんばんは。ネコビットの川津と言います。今回はですね、私が初めて同人ハードを、量産して販売するまでの話をしたいと思います。で、今回作ったのはですね、ミディメカニカルシステムといって、主に音楽で使われているミディという規格を利用して、機械をコントロールしてしまおうというですね、モジュールシステムなんですけども、詳細についてはちょっと時間足りないんで、後で、黄色いハゲを見つけて、話を聞いてください。で、それをですね、メーカーフェアの方に、出店の申請をしたら、申請が通ったので、じゃあそこで展示販売開始してみようということでですね、基板を量産することにしました。で、量産するためにですね、PCB という、基板だけを製造するサービスを利用して、部品を自分で、1個ずつ載せていく方法と、PCBA というですね、部品の実装まで、まとめてお願いするサービス、どっちかを選択するんですけども、今回私は時間なかったので PCBA というサービスを利用しました。で、PCBA をする場合はですね、基板だけを頼むときに比べて、ちょっとやり取りする情報量が多いんですね。で、それを全部英語でやるのはですね、ちょっとお手上げになってしまって、さっきいたアロエさんという方にですね、泣きついたら、すごいそっけない感じで PCB55 を使えばいいんじゃないって教えてくれたんで、実際使ってコンタクトしてみたらですね、ネイティブの日本語で対応してくれたので、わかんない人はですね、とりあえずちょっとお願いしてみるといいんじゃないかなと思います。で、製造依頼したらですね、その間に、展示のための説明書、パンフレット、梱包資材を準備して、展示の用品のちまちましたものを買ってきて、で、当然展示のデモ機を制作しているなんて間に、あっという間に一つ来たので、今度基板が届いたらですね、マイコンの書き込みをして、動作チェックをするんですけども、写真見てもらえれば分かる通りですね、今回コネクタを実装しない販管製品での販売としたので、動作チェックしようにもつなぐコネクタがないんですね。で、専用のチェック用基板を作ったりとか、ジグを作ったりとかですね、予想外に時間がかかりました。で、パッケージング、するのにもですね、1個1分梱包に時間がかかったとすると、今回200枚基板作ったので200分。大体、ロスも含めてですね、丸々1日かかったので、その辺は結構ボリュームがある作業でした。で、これでメーカーフェア当日迎えたんですけど、イベント自体がものすごい大盛況でして、私のデモもですね、2日間無事壊れることなく、動いてくれてですね、それで子供から大人まで結構楽しんでくれたので、結構いい感じでやれたんじゃないかなと思って、2日間終わって、結果ですね、全然売れなかったんですよ。ゼロではなかったんですけども、びっくりするぐらい売れなくてですね、そもそも後で考えると、お客さんがですね、展示されているものを楽しみに来ている人が大半なので、っていうのと、あとはですね、その展示のデモ機を制御するための基板なので、ちょっと見た人が、自分がそこを使うところまでのイメージがちょっとしづらかったのかななんていうですね、反省がちょっとありました。で、ただですね、イベントに参加することで、その締め切りができたので、基板の量産なんかやったことなかったんですけども、もうそこまでに完成させるしかないっていうんで、その ROE さんに泣きついたりとかですね、とにかく、完成に向かって動くパワーが出るので、そういうのをきっかけに販売を開始してみるっていうのは結構いい方法なんじゃないかなと。で、私ですね、電子工作に関しては全部我流なので、知識のベースがですね、だいぶ不足しているなと自分で思うところがあるんですけども、それをですね、私は主にツイッターでいろいろやってるんですけども、全部晒してしまって、わからないことを全部教えてくださいというスタイルで、いつもやってます。で、技術系の人は結構親切な方がすごい多いので、そういうスタイルも一つやり方としてありなんじゃないかなと。ただ頼りすぎは良くないんですけども。あとやっぱり完成する前にすごい迷ってしまうんですね。これ必要なのとか買う人いるのって思うんですけども、ただ完成させたことで私の場合はこう量産するっていう、ノウハウを得ましたし、経験値の量が未完成の場合に比べてものすごく多いので、とりあえずですね、完成させて売り始めてしまえばいいと思います。はい。それですね、最後に宣伝なんですけども、今作った売れてないミディメカニカルシステムはですね、ベースとかスイッチサイエンスなどで販売してますんで、よろしかったらご覧ください。あとですね、さっきアロエさんが言った JLC-PCB、私は嫌いです。すごい失敗したんで、ひどいのを送られたんですよ。はい。というわけで、白基板はやめた方がいいです。以上です。ありがとうございました。